こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は5日間の1日1食生活と3日間の断食で起こったこと、気づいたことをシェアしていきます。今回私がファスティングをしようと思ったきっかけは2つありまして、1つ目は年末に行った健康診断です。その健康診断で1年前と比べて体重が3キロ増えていたんですね。で、体重が増えていたっていうことよりもやっぱりお腹周りとか、腰とかのですね前肉がちょっと気になっていたのでデトックスをしたいなと思っていたのが一つです。きっかけの2つ目は先日コラボ動画でご一緒させていただいた千人さんとの出会いです。で、千人さんの肌は本当にツルツルで綺麗ですごくびっくりしてしまったんですけど、私はもともとすごいニキビ肌で3年くらい前から肌断食を始めて、で2年くらい前からはビーガンの食事にして、それでだいぶ肌の方は改善はされたんですけど、それでもやっぱりこうツルツルにはならなくて、で体質だからしょうがないかなっていうふうに諦めてはいたんですね。千人さんももともとはアトピー体質で肌断食だとか、あと食生活を改善することで肌をすごく綺麗にされた方で、それで千人さんがしていて私がしていないことって何だろうって考えた時に1日1食生活だったんですね。断食の効果の詳細についてはこちらの船瀬俊介さんの本を買って読んでいただきたいんですけれども、ざっくり言うと2つありまして、1つはやっぱり人間食べ物を食べるとまずそれを消化して吸収して代謝するっていうことに結構エネルギーを使うんですね。そして処理しきれない分っていうのは体の中に毒素として蓄積されるので、食べることをストップすることで腎臓だったり肝臓だったりそういう器官の働きが進んで体の中の毒素が浄化されるデトックス効果というのがあります。私たちの体は普段食べるものをエネルギー源にしていますが、それが食べることをストップすることで体脂肪を燃やしてエネルギーが作られるようになって余分な脂肪が落ちていきます。そして食べることをストップするとその空腹感が体の器官、組織、そして細胞に危機状況を知らせて生き残るために体の悪いところを治して体を変換していくっていうヒーリング効果が期待できます。私は今年の抱負でデトックスとヒーリングを掲げていることもあって、今回5日間の1日1食生活と3日間の断食に挑戦しました。先に結果を言ってしまいますと、体重は5日間の1日1食生活で51キロから 50.2 キロまで減って、3日間の断食で 49.4 キロまで減りました。体重に加えて朝起きた時の体温を記録していたんですけれども、体温の方は 36.7 度から37度近くまで上がって免疫力もアップしているようです。で、お肌はすごく改善されて、さすがに1週間で千人さんのようなツルツルの肌にはならなかったんですけど、それでも肌がすごく安定してきて回復してきているっていう感じがするので、もっと続けていけばどんどん綺麗になっていく感覚はあります。では8日間の日々食べたもの、活動内容、気づきなどを見ていきましょう。おはようございます。今日は1日1食生活の初日ということで、さっきヨガを終わらせたところなんですけれども、これから何が起きるのかちょっとドキドキしているところです。私は普段は朝は生のフルーツを食べていて、でお昼と夜はどちらかを、サラダ中心というか生のお野菜を中心にするようにしています。今日から1日1食ということで、朝とお昼は抜きにして、で日中はお水だとかルイボスティーをたくさん飲むようにして、ただ今回1日1食っていうのは初めてやるので、どうしても夕方とかにもしお腹が空いてしまうようであれば、自家製のお味噌で作ったぬるめのお味噌汁を飲んでみたいと思います。で、夜は生野菜とかサラダとかがしっかり入っているバランスの取れたビーガンの食事をとっていきたいと思います。今日の夜ご飯はサラダと、こちらのサラダのブロッコリーは生でいただきます。納豆と自家製ザワークラウトとすりごまを合わせたものに海苔をトッピングしています。こちらは豆乳のトムヤムスープできのこが2種類入っていて、上に自家製味噌をトッピングしています。あとはタイ米ですね。
今日は一日一食の初日ということで、朝結構ドキドキ緊張していたんですけど、やってみると本当に朝ちょっとすごいお腹が、空いてというかお腹が鳴ったりとかあったんですけど、午後は本当にお腹が空いたっていう感覚すらあんまりなくって、楽に一日過ごすことができました。なので日中も本当にお水とルイボスティーしか飲んでいなくて、固形のものはもちろん口にしてないですし、あと飲み物、野菜ジュースとかお味噌汁とかそういうものも口にしないで済むことができました。一日一食だと夜何を食べようかなってすごくワクワク楽しみになりますし、あとは自分で作る時にいつもよりもうちょっとバランスを考えて何を入れようかなっていう風に考えるので、それも良かったかなと思います。明日も引き続き一日一食でやっていきます。一日一食生活の2日目の朝なんですけれども、普通にヨガのプラクティスを終えて、で特に体がすごく軽いとかすごく重いとかあんまり違いはなくて、普段通りにプラクティスすることができました。今日はこれから動画の編集をして、で午後から私の TVL のロゴを作ってくれた友人でもありデザイナーの方と打ち合わせがあるので、その方のお宅にお邪魔して、で夜ご飯もそちらで作って食べていきたいと思います。夜ご飯が完成しました。玄米にすりごまを使ったお味噌汁、根菜たっぷりとかぼちゃの煮付け、マサラスパイスで味付けをしたナスの炒め物といろいろ野菜のサラダになります。今日は昨日より結構お腹が空いて一日中グーグー言ってたんですけど、なんとか一日乗り切ることができました。明日も引き続き一日一食を続けていきたいと思います。おはようございます。一日一食生活3日目の朝なんですけれども、昨日は結構1日目よりも空腹感がひどくって、一日中お腹空いたなっていう感じでお腹もくるくるなっている感じだったんですけど、今日の朝はなんかそんなにお腹は空いてなくて、ちょっと小腹が空いてるっていうぐらいなんですけど、ほぼほぼなんか慣れてきたっていう感じになってます。今日も朝のヨガのプラクティスは普段通り行ったんですけど、1日目2日目よりもすごく体が、強く感じたというか、ヨガの練習の最後に私はいつも、逆立ち、倒立ですねをやって終わらすんですけど、その倒立が今までで一番長くホールドできました。なので一日一食にすると体がちょっと弱くなってきて、朝のヨガの練習もだるくなってくるかなと思ったんですけど、逆に、なんかどんどん体が強くなってきている気がします。昨日と一昨日の1日目2日目は、日中お水とあとルイボスティーをたくさん飲んでいたんですけれども、昨日の夜この番茶をゲットしまして、お茶がすごい体にいいっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、番茶はその中でも煎茶とか抹茶とかほうじ茶とかに比べて抗がん作用がすごく強いのと、あとカフェインの量が一番少なくなっているんですね。私は少し前にコーヒーをやめてカフェインレスの生活をしているんですけれども、番茶はそのカフェインの量がもともと他の茶葉より少ないっていうことと、あとやっぱりお茶を煮出すと熱でカフェインって出てくるらしいんですね。なので、茶葉を一晩浸水させて、お水の中で浸水させて、で水出しのお茶を作って朝その茶葉を出して、で飲む時に温めて飲むんですけれども、やっぱ飲む時間っていうのも一応カフェインがやっぱり入っているので、午前中に全部ポットを飲み切ろうと思います。で今日はこれからちょっとクッキングスタジオの方に行って、クッキングの撮影をして、でその後、あさってにクッキングイベントがあるので、その、準備というか買い物とかをいろいろ行きたいと思います。
今日の夜ご飯は撮影で作ったお料理をベースにしています。撮影で作った焼きおにぎり、こちらは里芋ときのこのごま和えです。こちらも撮影で使った豆腐の味噌漬けにかぶとアボカド、ブロッコリーを足して豆苗の上にトッピングしたサラダです。こちらも撮影で作ったお味噌汁で切り干し大根が入っていたものにとろろと納豆を足しています。今日は一日本当にほとんどお腹が空かなくて、だいぶ楽に過ごすことができました。撮影でお料理を作ったので、目の前に食べ物があるとついついやっぱり食べてしまうかなと思ったんですけど、それもなくて夜まで過ごすことができました。まさかの音声が取れていなかったのですが、1日1食生活4日目の朝です。ヨガの練習はいつも通り行って、昨日の朝1日1食生活3日目に体が強くなった気がするというお話をしたのですが、今日の朝は体がとても軽く感じました。実際に体重は初日から比べて1キロ弱減っていて、1キロ弱なんて大したことないと思われるかもしれませんが、1キロのお米を体につけて練習していたのを、それを外したと考えればやっぱりだいぶ軽く感じると思います。今は少しお腹は空いているのですが、初日はお腹が空いてキッチンに入ったら反射神経的にというか自動的にナッツやチョコレートなどに手が伸びていたのが、お腹が空いているっていうことを一つの事実、状況として受け入れられるようになってきて、お腹が空いたら食べるという空腹イコール食べるというつながりが切れてきたような気がします。あと昨日撮影をしていて気づいたのが、食事をしないと本当に時間の節約になりますね。いつもだとお昼の準備をして食べて片付けてという時間だったり、外で食べるときは往復の移動時間もあって撮影も中断されるので、いい感じの波が途中で途切れてしまうということがありました。お昼ご飯の心配をしなくていいと、そのまま集中して撮影に取り組むことができて、いつもより効率よく時間も短時間で終わらすことができました。今日は昨日撮影した動画を編集したりして過ごしていきます。今日の夜ご飯はこの間のキッチントークで千人さんがご紹介してくださった鎌沢大学のコリさんに行ってみようと思います。おはようございます。1日1食生活5日目の朝になるんですけれども、今お腹はまあまあ空いてる、でもそんなに空いてないですね。で今日は土曜日なのでヨガの練習はなかったんですけど、体調もすこぶる良くて元気にしてます。今日はクッキングイベントがあるので、その会場にもう入っていて、でこれからいろいろと準備をしていかなきゃいけないんですけど、やっぱりそういうやらなきゃいけないことっていうのがあると、空腹も紛れるというか気が紛れて、食事のことを考えなくて済むかなっていうのもあると思います。今日は5日間の1日1食生活の最終日で、明日からは、3日間の断食に入るんですけれども、その3日間の断食が終わった後にまた1日1食にするかどうしようかなって考えたんですけど、基本的には1日1食にしたいなとは思ってるんですが、もうちょっと生のフルーツも食べるようにしたいなと思ってるので、お昼頃ですね、生の新鮮なフルーツがお家にある時に、フルーツを食べて1日 1.5 食ぐらいを基本にやっていきたいなと思ってます。ちょっとこれから準備をしていくので、また夜に食べたものをご紹介していきたいと思います。今日はクッキングイベントで疲れてしまって、ちょっと夜ご飯を作る気力がないので、疲労のインド料理プリアさんにお邪魔しています。今ちょうど食べ物を頼んだので、また来たらお見せしたいんですけれども、家を出る前にくず餅をちょっといただいたので、全然今お腹が空いてないんですけど、多分お料理を目の前にしたらお腹が空いてくると思うので、食べていきたいと思います。ベジタリアンタリーをオーダーしました。ライタっていうヨーグルトのサラダが入ってたんですけど、ビーガンって伝えたら違うもの
ダルになってますね。ダルを入れてくれました。でナンも、ミルクが入ってるのでチャパティに変えてくれました。美味しそう。おはようございます。今日は5日間の1日1食生活が明けて3日間の断食に入る初日の朝です。今クッキングスタジオの方にこちらの自家製梅干しを取りに来たんですけれども、今日から3日間は、お水だけしか飲まない絶食というか、水断食というものではなくて、酵素断食というものをやっていきたいと思います。で酵素断食も本当にやり方はいろいろあると思うんですけれども、私はこちらの自家製梅干しを朝とお昼の2回に分けて、結構サイズが大きいので、半分個ずつなので1日1個ですね食べて、で夜はすりおろした野菜にアマニオイルとあと自家製のお味噌を入れて食べていきたいと思います。で昨日の夜にレストランでクッキングイベントがあったので疲れて気力がなくて外食にしましたっていうお話をしたんですけど、それはあまり正確な表現ではなくて、実際には昨日何も食べずに、4時間以上立ちっぱなしでお料理をしたり、その参加者の方々とお話をしたりとかしてたんですけど、全然疲れっていうのは感じなくて、むしろどんどん元気になっていくっていう感覚がありました。今日の朝も普段通りヨガのプラクティスをしたんですけど、本当に体が軽くて強くなっているっていう感覚があって、今までで一番ベストコンディションかもしれないっていう気がしてます。昨日の夜外食をして、でご飯を食べる前に本当にほとんどお腹が空いていなかったんですね。でもやっぱり外だとたくさんオーダーしてしまって、お腹いっぱい食べてしまって、で夜寝る前とか結構もう 2,3 時間経ってたんですけど、苦しいなっていう感覚があったんですね。で家で自炊して食べるときは自分で予想量をコントロールできるので、やっぱり腹8分目っていうのが割と簡単にできるっていうところがあるんですけど、外食だとやっぱ予想量とかコントロールできないですし、ついつい頼みすぎてしまうっていうところがあるので、今後やっぱりその外食でいかにして腹8分目にするかっていうのは課題になってくるかなと思いました。で今日は日曜日で、いつもだと旦那さんとランチに出かけたりとか、あと午後にカフェでスイーツを食べに行ったりとか、そういうことをしてるので、やっぱり何にも食べないっていうことがちょっとハードルになるかなっていう気はしてるんですけど、もちろんもう旦那さんに今日から3日間断食するからっていうのは伝えてありますし、なんとか乗り越えていきたいと思います。今日の夜ご飯はこちらは旦那さんの分でクッキングイベントで作って余ったダールカレーと、かぶと豆腐の味噌漬けと、カシューナッツの和え物と、きのこと根菜の豆乳スープには酒粕と練りごまが入ってます。納豆と長芋の和え物です。私は大根と人参と長芋をすりおろしたものに自家製のお味噌をトッピングしてアマニオイルをかけたものをいただきます。おはようございます。3日間の断食2日目の朝です。昨日はフルでヨガのプラクティスを朝行ったんですけれども、一応断食中ということで、今日は短めに1時間のヨガの練習にしました。今は本当にほとんどお腹は空いていないんですけれども、昨日は日中結構やっぱりお腹が空いていて、それで梅干しをお湯に入れたものとかを食べると、本当にそれだけでわーってすごく満たされる感覚があって、で夜すりおろした野菜しか食べていないんですけど、それだけで本当にもうお腹もいっぱいになりますし、満たされるっていう感じがありました。でちょっと味覚が研ぎ澄まされてきたのか、本当にそのすりおろした大根の辛みだったりとか、あと人参がすごく甘く感じて、ただのすりおろした野菜なんですけど、美味しくいただくことができました。で今のところ断食の好転反応って言われる、例えば頭痛だったりとかフラフラするとか、そういうのはないんですけど、唯一1日1食生活を始めて2日目にもう本当にお腹が空きすぎて、夕方ちょっと
なんかフラフラするなみたいな感覚はあったんですけど、それ以外はそういう好転反応っていうのも出ていないんですけれども、断食の2日目と3日目が一番ひどいっていう風に聞くので、今日明日どうなるかちょっと様子を見ていきたいと思います。昨日は一日、午前中クッキングスタジオに行って、で午後は旦那さんと街に出かけたりして結構アクティブに過ごしていたんですけど、今日はちょっと一つ買い物に行かなきゃいけない用事はあるんですが、それ以外はちょっとゆっくり家で過ごしていきたいと思います。目黒のインド食材店マヤさんにお邪魔しました。もうすでにスパイスの香りがプンプンしてます。今日の夜ご飯は旦那さん用にかぶと人参厚揚げのココナッツミルクカレースープとケールサラダ、私用には昨日と同じく大根と人参をすりおろしたものにとろろと自家製お味噌をトッピングして甘みオイルをかけたものをいただきます。おはようございます。5日間の1日食生活と3日間の断食の最終日の朝です。昨日の朝にほとんど好転反応は出ていないんですっていうお話をしたんですけど、昨日一日はお腹が空いているというよりかはちょっと体がだるい感じというか倦怠感が結構あって、で今日も引き続きちょっと倦怠感があるので朝のヨガのプラクティスはお休みしました。空腹感っていう意味ではあんまりお腹が空いた何か食べたいみたいなそういう気持ちはほとんどなくなってきていて、やっぱりお腹が空いている状態っていうのに慣れてきてるんだと思います。なのでその夜のすりおろし野菜を食べる時とかもそんなにもう早く食べたいっていうわけではなくて、もちろんいただいてすごく美味しく感じますし満たされるんですけど、一緒に旦那さんの夜ご飯を作っていても食べ物を目の前にして食べたいっていう感覚は本当になくて、淡々と旦那さんのものはお料理を作って、で私はすりおろし野菜を食べるっていうことも全然苦もなくできました。今日は断食の最終日ということでちょっと外に出なきゃいけない用事はあるんですけど、基本的には家で動画編集とかしながら過ごしていきたいと思います。今日の夜ご飯は旦那さんの方はパクチー豆腐ときんぴらごぼう、お味噌汁に白菜とえのきと油揚げと長ネギの煮物です。私の方は昨日と同じく人参と大根のすりおろしととろろに自家製のお味噌と甘煮オイルをトッピングしたものになります。ということで無事5日間の1日食生活と3日間の断食が終わりました。最終日の今日は朝はちょっと倦怠感があったんですけど、午後はちゃんと仕事に集中できて、さすがにお腹は空いていたんですけど、なんとか最後のすりおろし野菜までたどり着くことができて、で今はもうお腹いっぱいっていう感じです。明日からは回復食で今後は1日 1.5 食なので、夜ご飯とお昼ご飯は生のフルーツを少しだけ食べるっていう形で基本的にやっていきたいと思っています。結構あっという間の1週間でした。それではおやすみなさい。いかがだったでしょうか。一日一食生活や断食に興味を持った方も多いと思いますが、始める前にこういった本を買ってよく読むことをお勧めしたいです。なぜかというと、普通に3食食べていた人が急に1日1食にしたりすると、やっぱりすごくお腹が空いてメンタルの面でダウンしてしまうということがあります。私も以前1日コールドプレスジュースだけを飲むジュースデトックスというものを何回かやったことがあるんですが、やっぱり食べられないっていう気持ちで気がめいってしまうということがありました。なので断食の本をしっかりと読んで、断食の効果、痩せるとか肌がきれいになるとか病気が治るとか、そういうことを理解した上で明るい未来を想像しながらポジティブなマインドセットで取り組まないと、途中で挫折してしまったり、ネガティブな気持ちが逆に体にストレスを与えるということもあると思います。
あと私は普段からヴィーガンの食事をとっていて、少し前からは朝食を生のフルーツだけにしていて、でコーヒーとお酒もやめていたので、すぐに1日1食生活に入ったんですけど、3食バリバリ肉食という方は少し準備期間を設けてから1日1食生活に入るのがいいかもしれません。皆さんに合う形のファスティングが見つかるといいですね。ハッピーファスティング。それでは See you next time!